じゃあ改めましてよろしくお願いします。どうします？髪型をウルフにしたくて。ウルフにしたい？いいじゃないですか。ウルフどうですか？いけますか？全然いいと思う。うん。履歴はブリーチしてる。あ、してますしてます。まあブリーチまでしなくていいんじゃないかな。これぐらい綺麗だったら。で根元ちょっとカラーしようかな。はいはい。何系のカラーがいいとかある？どんなウルフがいいとかあります？なんか結べる長さは欲しいんですけど。おお、結べる長さウルフ。はい、後ろが結べればいいかな。顔周りとかは結べなくてもいいかなって感じ。はい。顔周りのちょっとここら辺は短くて、後ろがちょっとウルフ。くびれる感じ。かわいい。いきましょうか。はい。色はどんな感じが？まあそんな明るくできないかな。毛先は明るいからいいけど。色もなんか特に本当こだわりがなくて。こだわりがなくて。どうする？なんかウルフにしたいと思ったのは、なんかちょっとイメチェンしたいなと思って、ウルフ可愛いなと思って。なるほど。あんま暗くない方が可愛いかも。ちょっとウルフっぽくて、なんかどうしようかな。まあベージュ、明るめのベージュとかでいってもいいんじゃないかなと思います。ちょっとあとパサつきがある。そうですね。だったら最近うちでめっちゃ流行ってる GLT カラーっていう若干サンデーストリートメントのニュアンスがありつつのカラーがあるから、それめっちゃサラサラになるから、それいっちゃうから、明るめカラーからいきましょう。お願いします。はい、じゃあ今日はウルフいきます。はい、カラー準備終わりました。じゃあ今日は13シルバー、アディクシーの13シルバーと9アメジストを2対1で 6%、2倍です。で、GLT、ドクターヒートさんの GLT を 15% 入れてます。総量に対して。じゃあ混ぜます。で、今回は毛先の方もブリーチが入ってて、で、根元、新生毛で、ここまでが9レベルぐらい。でもちょっとここら辺に色ムラがあるんで、ここら辺を綺麗にしたいなと思って、まあ、できれば11レベルぐらいにしたんですけど、毛先そんなに明るくする必要ないし、で、さらにウルフに切るんで結構短くなると思うんで、毛先はもうほぼ濡らした状態でいきます。根元がしっかりと綺麗になればいいかなと思います。で、濡らす時もできる限り髪の毛の体力を保つために、ケラチン、アルテマのディープケラチンを2倍希釈使ってます。こんな感じでまんべんなく吹きかけたら、はい、早速カラー入っていきます。はい、じゃあよろしくお願いします。モデルさん激しい色にはしないですか？あんまりしない？いやでもなんか割としたいタイプなんですけど、気分屋すぎて明るくしてもなんかすぐ暗くしちゃって。わかります。私2、3ヶ月に1回黒染めしたい時期あります。真面目わ。本当にわかります。なんかその気持ちが。で、なんか黒にしたいって言ってるんですけど、もうその時はもうだって黒にしたいから二度とブリーチなんてしないって。めっちゃ黒にしてください。もうそんなことは言いませんって言うんですけど、大体またその1週間ぐらいにブリーチしたいって言い出すんですよね。すごいわかります。ですよね。もう世の中から黒染めをもうなくしたいぐらい。黒染め良くないですね。良くないです。良くないわけじゃないけど。やりたいっつうのは誰？私、派手髪をするにあたってはちょっとね、残留がね、あれで何度騙されたことか。勝手に黒染めしないで。残留を残すようなカラーをした場合はお客さんにお伝えしてください。切なる願い。最近結構あるんだけどね、黒染めなしで暗くなる。アディクシーのディープシルバーとか、そういうのあるんだけどね。なぜでしょう。なぜだ。はい、こんな感じで、まず根元をしっかり塗って、で、そこから毛先に行こうと思います。ダメージも綺麗になりつつ、イメチェンもして、いい感じにしますよ。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、サクサクいっちゃいましょう。久しぶりなんで、YouTube が。YouTube 久々なんで。久々なんで。緊張してんの？全く。なんだよ。よし、まあいいや。雑談はここまでして。はい、塗っていきます。はい、そんな感じで塗り終わりました。まあ普通にワンタッチですね。で、これを15分置いて流しましょう。はい、じゃあしばらくお待ちください。はい、15分経過しましたんで、まあいい感じにバイオレットで黄身を消しつつ、シルバーの13レベルで結構明るくっていうのになってるんじゃないかなと思います。どうしたピヨピヨ。シャンプーお願いします。お願いします。はい、お疲れ様でした。じゃあウルフいっちゃおう。じゃあウルフカットで、まあでも昔のウルフをそのまま切ったらすごい古臭くなるんで、今は今っぽい
ウルフ、簡単にアレンジされたウルフっていうのを切ります。で、特徴としては横は前下がりで後ろは外に跳ねるような感じ。ここから横は横でもう作っていくような形っていうのはすごい今っぽいウルフかなと思うんでいきます。で、とにもかくにも本当顔を小さく見せなきゃ意味ないんで、顔を小さく見せるようなウルフがいいよね。はい。で、後ろは正直後でバランス見ながら切れるんで、横もう絶対的に横がウルフの超大事なポイントになってくるんで、横のアウトラインは先に切ります。じゃあ行きましょう。で、ちょうどこの顔の顎ライン、ここラインに髪の毛がないと顔が小さく見えないんで、むしろここら辺がこう出ちゃうと顔が大きく見えてしまうんで、しっかりとここが綺麗に、ここがしっかりと隠れる。隠れないと大きくどんなことも見えてしまうんで、ここが絶対に隠れる。で、乾いた時にここなんで、濡れてる時はもうちょい長めでいきます。で、おおよそのアウトラインを切ります。自然に落ちる位置でコーミングしたら、アウトラインを決めたら、前下がりになるように、レザーで。前下がりです。レザーである程度切ります。で、ちょっと顔の形と確認して、もうちょいですね。こうして前下がり、これぐらいで乾くとドライカットとかしていくとさらに上がってくるんで、ちょいと長めですね。で、後ろがここからウルフになれば可愛いかなと思います。はい、左右揃えます。自然に落ちる位置で前下がりのラインでレザーで切る。シザーで切るとどうしてもまた硬いラインになっちゃうんで、確実に新品のレザー使ってください。こんな感じ。ここにここ入ってくる感じ。もう見えてきたね。はい、そしたら、はい、こっちサイド行きましょう。で、ウルフっていうのは、ここが一番短い。要はレイヤースタイルなんですけど、上が後頭部が短くて、そこから前に下がってくるっていうのが、ちょっと今っぽいウルフかなと思うんで、まずは、このイヤートゥーのところにレイヤー入れます。ここから先はシザーでいっちゃいます。まず、このサイドの毛の一番後ろのところを取って、全部前に下がっていきたいんで、イヤートゥーのところに引き出す。引き出したら、レイヤー入れます。で、次、同じところに引き出して、イヤートゥーのところまで引く。ダイレクション後ろにかけて引く。そうすると、こうやって、ここにレイヤーが入りつつ、前に行くに従って下がっていく。で、この顔周りが重いっていうのができます。これをちょっと、この上もやりましょう。同じく引き出して、レイヤーを入れます。で、そこに合わせるように引っ張って、はい、こうですね。このレイヤーが入った方と入ってない方全然違うじゃないですか。こっちただのワンレングスで、こっちはもう顔に馴染むように、でこの顔の輪郭っていうのをぼかすようにレイヤーがこう前下がりに入ってます。はい、逆サイド同様にいきます。はい、同じく引いて、ここからレイヤーを入れます。で、同じ場所で切る。で、顔周り。これよく使います。顔周りに長い毛を残すっていうのが今時のショートだったりの小顔カットって言われるやつの基本なんで、絶対的にこの顔周りの毛は引いて切る。引いて切って後でレイヤーを入れるようなパターンが多いですね。そうしたらこう前下がりにレイヤーが入りました。はい、じゃあここまでできたらあとは簡単。この今ショートっぽくなってるところの後ろにウルフの跳ねる襟足がくればいいんで、まずここのアウトラインいきます。で、これ長さが相当長ければモードっぽくなるし、短ければ少しコンサバなウルフになるんで、一番いいところをしっかりとやります。ちょっと下向いてください。グッと。襟足を切る基本、下を向いてもらうんですね。はい。で、あんまり前上がりだと外跳ねにならないんで、ちょうど後ろで水平できるパネルカットぐらいで、横の角を取るぐらいの感じでいきましょう。で、まずここ切ったら前向いてもらう。そしたら、はい。かわいいんじゃない？いいね。はい。じゃあもう一回下向いてください。はい。アウトライン完成したんで、あとはこれに合わせて上を切っていきます。で、上レイヤー入るんで、ざっくりでいいです。ざっくり、この下のアウトラインに合わせて、サクッと切ります。で、この横とのつながりは後で説明するんで、まずはこの後ろに、このパネルカットになるように入れていきます。アウトラインを切っていきます。アウトラインというか基本的に肌に触れるところ、肌との境界線はレザーで切ってあげるとショートはうまくいきます。
はい、こんな感じ。はい、前向いてもらうと、もう可愛い。そうそうそう。もう可愛いんですけど、横から見ると相当ダサいんで。まあ、そう、ワンレングスからのいきなりレイヤー入ってるんで、ここにレイヤーを入れていきます。レイヤーを入れて、ここになじませていくようなイメージですね。結構昔のウルフって、これ、ネープから、こっからレイヤーこう入れていくんですよ。で今はどっちかというと、ここはワンレングス残したいぐらい。なんでかっていうと、すごい負ける子が増えた。アイロン操作ができる子が増えたんで、基本的にここは外跳ねにさせちゃった方が可愛いです。なんで、まずはトップのレイヤーの位置決めます。一応、ここにサイドで切ったところのガイドがあるんで、こいつでいいです。こいつを、これですね。これがサイドで切ったレイヤーのあれなんで、こいつをガイドに水平に切ります。頭皮に対して水平。そうすると、こんな感じ。これが一番高いところのレイヤーですね。これに対して全部今度はワンパネル後ろに引いたレイヤーを切ります。全部ワンパネル後ろに引いてレイヤーを切ります。そうするとこの横のところに揃ってくる。ここガイドですね。で見てもらうとこんな感じ。後ろに一番高いところにレイヤーがあって、そこに対してどんどん前下がりのレイヤーが入る。これ逆サイド同様です。ワンパネル後ろに引くのがめっちゃ大事。で、このサイドと揃う。そうすると前に下がるレイヤーが生まれます。で、ここが必然的にくびれてくるんで、ここに対してこのアウトラインもつながってないと微妙なんで、このサイドの切ったとこと襟足のアウトラインをこう引き出す。で、この角を取る。そうするとこうですね、綺麗に馴染んでいきます。逆サイド戻るです。このいきなりなってるのを、この襟足のここアウトラインのガイドとサイドの、要は一番大事なのはこの耳のイヤートゥーのところのガイドっていうのが、レイヤーもアウトラインも全部大事になってくるんで、こいつを大事にしましょう。で、こうしたらあとは後ろの角を取る。水平に引き出して、でそうするとこれぐらいだと下にワンレングスがちょい残りするんですよ。ちょい残り。そう。これも角だけ取っておいてあげれば十分です。で全部をまた同じパネル切るんだけど後ろに引いて、でハの字スライスで後ろに引き出してここを切っていく。でまたイヤートゥーに戻る。結局イヤートゥーのところに全て戻るイメージですね。こんな感じ。レイヤーがウルフになってきます。でバイアスハの字スライス取ったらここを切る。そしたらここ後ろに引くのが大事となると、前見てもらうと分かるんですけど、この顔周りがしっかりとして後ろはウルフになってます。はい、じゃあこれで乾かして今度ドライカットします。はい、じゃあ乾かしましょう。はい、乾かし終わりました。まあ、ボッテボテです、まだ。で、まず、ちゃんと乾かす前に、こんだけ切ったら違う形になってるっていうのは言ってください。こっから、手先を軽くすることによって、すごい綺麗なカットラインっていうのが出てきます。まあ、僕の動画見てもらってる人いつもわかると思うんですけども、こっから同じカットラインでチョップカットで入れていきます。すべて同じく引き出して、縦にチョップ。全部、チョップが入れ終わってから、セニングだったり、スライドカットだったりっていうのを入れていきます。もうチョップ入れるだけで全然、でもカットが綺麗にできてればうまくいきます。もうチョップカットは早く正確にこうですね、入れるとこんだけ柔らかくなるでしょう、でカットと同じ順番でいきます。はい、後ろに引いて手早く正確にこうですね。はい、じゃあ下ですね。よいしょ。また下向いてください。よし。襟足は特にポテッとしすぎてると可愛くないんで、ちゃんとチョップ入れます。まあ難しいことはないですね。ベースカットと同じことを最速でやってるだけですね。
でも最近ちょっとずつこういうウルフ系というかレイヤーのあれが増えましたね、オーダーが。なんかもう数年前からレイヤー流行るって業界誌、美容の業界誌とかで言われ続けて、なんかちっとも流行んねえじゃんって思ったんですけど、ようやくなんかお客さんからもレイヤーに興味があるっていう形で話をいただくことが増えてきました。で、全体がチョップが終わったらこれぐらい、こういう顔周りに馴染む毛が出てきてるんで、後ろがすっきり短くてここが跳ねるっていう形になってきてるんで、ここであとはこの耳後ろを締めたり、あとはもっと透けさせるためにスライド入れたりっていうのをします。じゃあ、はい、正面向いてください。で、下向いて。で、やっぱ後ろこの辺がボテッとしてると重いんで、しっかりと量感取っていきます。まずはアウトライン、この一番外に跳ねるところっていうのをスライドカット。おなじみ光の B ドライですね。これ間違ってもセニングであんまいかない方がいいですよ。せっかく切ったラインがパサパサするんで。こういうウルフ系ってどっちかっていうと毛束感が一番大事になってくるんで、あんまりセニングでいってなじませちゃうといけてない感じになるから、しっかりと量を取ります。で、結構大胆に取ってください。言うてもショートなんであんまり残したりしない。ただ耳後ろはこのメリハリをつけたいし、耳にかけたりしたいんで、耳後ろは根元からセニング入れます。これはもう大体ロングでも入れるぐらいなんで、ロング、ボブ、基本耳後ろのセニングはちゃんと入れてあげてください。はい、あとはもう触りながらですね、触りながら重いなと思うところを取っていきます。こう R を描くようにハサミを入れてってあげると綺麗に取れます。で、表面はできる限り軽くしたいし、長さは取りたくないんでスライドを動かしながら、これよく質問あるんですけど、押しながらです。押してる時に僕はハサミを開閉してます。微妙に引く時にやるともうハサミの具合によっては痛かったりするんで、基本的に痛くないようにしましょう。で、後ろがだいたい取れてきたなと思ったら細かいところ取って、サイド大事ですね。サイドはまず全部をこうやってストロークでとりあえず透けさせます。耳がちょっと透けたりするのが可愛いから、こんぐらいまで持ってきます。あとは髪質と相談しながら量を決める。しっかりと量を取ります。あ、違う。違うでしょ。なんか良くなってるでしょ。はい、全然違うはず。てか結構思い切った。いらっしゃった時結構膨らんでたというか、ボサッとしてた。毛先のダメージも今ほとんどないから。嬉しい。GLT を入れたカラー剤を使うと本当に手触りというかツヤ感も違うんだけど、最後にアイロンでさらにしっかりとトリートメント成分を固めていくイメージで、はい、そうこういう感じでここは跳ねてくる感じですね。いいじゃないですか。かわいい。かわいい。いいね。そしたら顔周りさらに決めていきます。で、まず耳にかける前提で耳にかけます。で、かけた時にここが残るのが絶対だし、ここが左右揃ってるのが絶対なんで、今ちょっとずれてるんで、そこをしっかりと合わせていきます。で、この毛が絶対的に短くしちゃダメです。これが顔を小さく見せる効果があるんで、ここはしっかりと揃えます。こう左右揃わせるように。よし。OK。いいじゃないですか。そしたら前髪いきましょうか。前髪はどんぐらいかな。任せます。任されよ。もう任してもいいかなと思った。OK。よかったです。まあでも基本的に長い方が可愛いです。ちょっと邪魔なぐらい。これぐらいで押さえておいてあげて、少しレイヤー入れたら、次はこの前髪切りました。そこと横をきれいにつなげます。ここですね。ここスタートのゆっくりハサミを閉じる。こっちも行きます。よし、これだけで十分です。じゃあちょっとだいぶ変わってきたんで、少しある程度いったら最後の最後にどうしても重さ取りきれてないところっていうのにセニングを入れましょう。で、入れるところはこの耳周りをもっと透けさせたいんで、耳上あたりにセニングで、この耳後ろあたりをもう少し軽くシルエットを整えるイメージですね。もうピンポイントで、もうずっとセニング入れてるような仕事はしない方がいいです。もうセニングはラストの形作り、ボリューム調整だけをちょっとする。はい、こんなもんじゃないですかね。大事なところはセニングは入れます。あとは鉢、よくやってるんですけど、この鉢が張りやすいんで、日本人は鉢のところに短い毛を少し、そうすると柔らかく形が小さくなるでしょ。
この鉢の処理は意外に大事です。この頭ピタッと。おおよし、じゃあこれで仕上げていきましょう。まず毛飛ばします。で、基本顔周りはストレートアイロンで内巻きにして、後ろだけ、ストレートアイロンで外跳ねにします。で、ストレートアイロンを使うんですけど、GLT 使ってるんで、グリクシン酸入ってるんで、しっかりと温度高めで仕上げていきます。家でのアイロンはこんなに細かくなくていいですよ。はい。いいです。今日はこれトリートメント固めてるんで。なるほど。そう。でカラーのトーンとか色味を変えずに純粋にグリオキシル酸だったりトリートメント成分っていうのを入れられるのが GLT のすごいところです。でせっかくのウルフなんで下は外に跳ねさせちゃいましょう。でだいたい耳と耳を結んだ線まで下が跳ねさせたら上は内巻きでいきます。はい、そしたらバームで仕上げてみましょう。一回クロス取ろうかな。バーム、リンクのバームいつも通りですね。よく手に伸ばしてはい、マッシュウルフ、この顔周りが少し透けるようなイメージで、この小顔効果しっかり作りつつちゃんと動きっていうのを出した感じかな。耳にかけたりしてしっかりとピタッとしてもいいし、表面ふわっとさせてもいいし。お大丈夫そうかな。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。かわいい。いい。よかった。はい、どう岩崎さん。裏山です。裏山です。毛が足りないです。はい、すみません、どうぞ。はい、じゃあ今日はこんな感じのマッシュウルフ、今時ウルフですね、っていうのを作りました。大丈夫ですか？はい。よかったよ。なんかこうやって動いた時にこう顔に髪の毛がくるっていうのもなんかこういうスタイルのすごいいいとこかなと思うんで、全然いいですよ、ゆっくり。そうなんかこんな感じで、カットっていうのをしっかりとやっていってもいいんじゃないでしょうか。あとはトリートメント、実は触りました、そういえば。やばくない？めっちゃすごいでしょ。めっちゃ綺麗になる。これがなんかうちでやってるカラーの仕組みになってるんで、気になる方はコメント欄なんかにください。よろしくお願いします。じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。